んにちは、バニーです。今日はミニバスでアントン県のワットムアンに向かっています。先日、YouTube で世界一高い仏像トップ10という動画を見ていた時に、8位にタイの仏像がランクインしているのを知りました。8位か、微妙、と思った人は謝ってください。このランキング、他の仏像は立像なのに対し、タイの仏像は座像。つまり座った状態で8位なのです。今までに、タイの巨大な仏像や建物を見てきた私としては、これは見ておかねば、と思ったのでした。バンコクからワットムアンのあるアントン県へは、ミニバスで行きます。チャクチャック市場の隣のミニバスステーションから出発します。隣といっても、結構距離がありますので、バイタクやバスを使うことをお勧めします。詳しいアクセス方法はネットで検索するとまとめサイトがいくつかありますので、そちらを参考にしてください。アントン行きのチケットは B 売り場にあります。中に入って9番カウンターでアントンといえばチケットを売ってくれます。110バーツ、約440円、です。スパンブリー券まで買って、ワットムアン近くで降ろしてもらうこともできますが、お寺までかなり歩くので、アントン県で降りて、バイタクが良いと思います。アントン県までは2時間半から3時間ほどかかります。ミニバスにはトイレがないので、トイレに必ず行きましょう。トイレから戻ると、チケット売り場のお姉さんが、もう出るわよ、早く、多分、と手招き。出発まであと1分でした。午前9時出発のミニバスは乗客は3人。日曜日だからかな、平日ならもっと乗客がいるのかも。ステーションには他にもいろんな行く先のミニバスがたくさん並んでいます。タイは鉄道、バス、スカイトレインで、近郊の県に安価で移動できるので嬉しいです。日本は交通費が高いからな。エアコンが効いてるし、ミニバスも新しいので、乗り心地が良いです。そういえば、先ほど、ミニバスステーションではトイレが激混みでした。混んでいても、これから長距離を走行するので、トイレに行かないわけにはいきません。時間に余裕を持ってチケットを買った方が良いかも。途中、ランシットバンステーションでトイレ休憩がありました。ここまで1時間30分くらいかかりました。午前中に移動したので、特に渋滞はありませんでした。休憩が終わり、さらにミニバスは進みます。雨季なので天気がいまいち。雨が降らないといいなぁ。急にスピードがゆっくりになりました。ここから乗車する人がいるようです。東屋のような建物がバス停です。ここで降りた人のためにバイタクもいますね。バス停で待ち、バスが通りかかったら手を挙げて合図すると止まってくれます。どんどん、のどかな風景になっていきます。
お坊さんの像が。車の中からでも、とてつもない大きさであることがわかりますね。タイは巨大な仏像があちこちにありますね。後で調べたら、マハーラートフツ公園の中の高層の像らしい。アユタヤ時代の高層で高さ台座込みで51メートルとのこと。偶然、見れてラッキーでした。ちょっと待って。あのでかさで51メートルって、ワットムアンの大仏は92メートルですよね。どんだけでかいのよ。ワクワクが止まらない。ミニバスは幹線道路を降りて、街へ。ついにアントン県に入りました。アントン、バスターミナルで降ります。トイレがあったけど、有料でした。確か3バーツくらい。紙はもちろんないです。向かい側にある売宅乗り場でワットムアンまで乗せてもらいます。売宅での移動は15分程度ですが、スピードが速い売宅、慣れしている私でも怖いスピードです。そのままバイクをしばらく走らせること10分ほど。何あれでかい。あれがグレートブッダ、遠くからでもこの存在感。ワットムアンの入り口で降ろしてもらいました。帰りは電話で呼ぶように言われました。スマホに着歴を残してくださり、ここにかけて、ワットムアン、と言えば迎えに行くよとのこと。スマホの翻訳アプリでの会話でしたが、言葉がわからない私への気遣いがありがたいです。長くなりましたので、今日はここまで。